皆さんこんにちは。ジャパニーズスタディラボのまゆです。今日はストレスをどうやって解消するかについて話したいと思います。皆さん、ストレスがわかりますね。解消。この言葉を聞いたことがありますか？解消というのは、この場合はストレスをなくしていく、少なくしていくことをストレスを解消すると言います。皆さんのストレス解消方法は何ですか？私は受けるストレスの種類によってストレスの解消方法が変わってきます。まず一番多いストレスの原因は人間関係ですね。特に仕事で会社の人と一緒にコミュニケーションをとっている時に自分と違う意見を持っていらっしゃったりとか、やっぱり考え方が、違う、自分と違う意見を持っていらっしゃったり、考え方が違っていらっしゃったりした時に、どうやってその違いを理解して受け入れるか、私にとってはそれがすごく難しかったんですね。特に私の場合は長い間フリーランスとして働いているし、外国で長い間働いていたということもあるので、日本のそういう仕事文化とか会社内でのルールとかそういうことを受け入れて理解できるようになるまでもちょっと時間がかかっちゃったんですよね。なんか私は基本的に自分の意見を正直に話して表現したいタイプなんですよね。でも日本の会社の中では結構みんな直接自分の考えとか意見を口で表現しない場合が多いんですよね。例えば口で伝える、言葉で伝える代わりに表情だったり行動だったり、そういうのを見て多分この人の意見はこういう意見なんだなと想像しなきゃいけなかったんですよね。でさらにその後にその人の考えとか意見が違ったりするとすごくストレスを感じたことがあります。でもこれはね、その職場の人が嫌いになったとか、その職場の人がダメとか、そういうわけではない。ただ違うだけ。だから違うことはいいと思っているんです。でもその違いを私自身がどう理解して受け入れるか、これがすごく悩みでストレスだったんですよね。じゃあこのストレス、みんなももちろんね、毎日生活していく中でそういう私みたいな人間関係のストレスがいろいろあるはずなんですよね。皆さんも会社とか友達とか家族とかと人間関係でもちろん悩んだことがありますよね。じゃあそういう時にどうやってそのストレスを解消していくか、それをちょっと私は今日話したいと思います。まずはじめに私はまず家に帰ってきて一人になります。で一人になって自分の大好きな食べ物を食べながら自分が大好きな YouTube を見ます。例えば私ならまず大抵セブンイレブンというコンビニに行くんですね。そこにいつもラーメンサラダが売っているんですよね。そのラーメンサラダを買うんです。そのセブンイレブンにフルーツのスムージーが売っているんですよ。めっちゃ美味しいので皆さんもぜひ日本に来たら飲んでみてください。とにかく
そのセブンイレブンのラーメンサラダとそのフルーツのスムージーを買って、それを食べたり飲んだりしながら、とにかく自分の好きな YouTube を見ます。私は結構動物が好きなんですよね。犬とか猫とかそういう動物が大好きなので、そういう動物がただただふわふわしていて可愛い、そういう YouTube をとにかく見る。まずそれで自分のこのイライラしたりモヤモヤしたりした心をまず落ち着かせます。はい。でもそれだけだと完全なストレス解消にはならないんですね。だってそういう人間関係とか人との意見の違いで悩んだ気持ちを一瞬忘れてしまうだけなんですよね。なのでそれはストレス解消するための一つ目の方法になります。で、じゃあとにかく食べたり飲んだりYouTube を見たりして心が落ち着きました。じゃあそうなったらもう一回その時のそのストレスを感じた瞬間のことを私はもう一回考えます。だって忘れようとしてもまた考えちゃうんですよ。だから私は覚悟を決めてその時の状況をもう一回考える時間を作りますね。この人はどうしてこんなことを私に言ったかなとかちょっと考えて、その相手のことを理解しようとしますね。その後に例えばちょっと分かりにくいので例なんですけど、これは本当の話じゃないです。例えば私の上司が私に早くしろと言ったとします。それで私がすごくその言い方とか話し方とかが嫌でストレスを感じてるとします。じゃあなんで早くしろってあの人はあの時言ったかなとちょっと考えてみます。でまず確かに私もゆっくり行動しすぎたな、自分も悪かったなとか、自分が良くなかった部分もそうだな、だから自分は遅かったから次は早くするようにしようとか、自分が次何をすべきかを考えます。その後に多分あの時その早くしろと言った職場の人同僚もあの時は多分、ちょっと仕事が大変すぎたんだなとか負担を感じてたんだなとか、その人の味方になってあげて、その人の気持ちになってあげて、大変だったよなとか、そういうふうに思ってあげるようにすることにしています。でそういうふうに考えているとだんだんその人のことを理解して受け入れられるようになってくるんですよね。そこまですると自分は割と頭の中がすっきりして、また次の日とかまた次の時も普通に頑張れるようになることが多いです。時によってはどうしても納得できないとか、やっぱり私が正しかったとか思う時もあるんですよね。そういう時は逆にこう思います。いや、あの時やっぱり私は正しかったよねとか、間違ってなかった。自分に自信を持って毎日過ごそうと思って、その気持ちを忘れずに毎日過ごす。そしてその感じたストレスをずっと長い間強く感じ続けないように努力します。でも私にとっては必ずストレスを感じた時にはその原因を考えたり、
分析したりする時間は私にとっては必要かな。はい、そんな感じですね。はい、そんな感じでストレス解消します。さっきは人間関係で悩んだ時のストレスの解消方法を説明したんですけど、人間関係以外でもストレスを感じる時はもちろんありますね。じゃあ他の状況、私がよくストレスを感じる状況は、時間とお金がないせいでストレスを感じることがたくさんあります。特に今は時間がなくてストレスを感じる場合が多いですね。私は結婚してから8年ぐらい子供がいない生活をしていたんですよね。なので夫とゆっくり旅行に行ったり、仕事が終わったら一緒にレストランや居酒屋に行ってゆっくりする。それが一日の疲れを癒すための方法だったんですよ。でも子供が生まれたらなかなか自分に時間がかけられなくなって、その時間を娘のために使わなきゃいけなくなっちゃったんですよね。でもちろん娘のために何かをしてあげることは私の幸せです。もちろん。それでもやっぱり私は一人の人間なので、やっぱり自分にも甘いし、自分のことが好きという気持ちはどこかにある。そして自分のために自分に時間を使ってあげたいという気持ちもあります。なので自分が好きに使える時間がなくなったことは私にとって結構大きいストレスでした。ずっと自由だったのではいはい、ストレスだった。最初は本当に娘が生まれて半年ぐらいは本当にストレスを感じっぱなしで、どうやってこのストレスを解消すればいいのか本当にわからなかったんですよね。私はフリーランスなので、子供を産んだ後も育児休暇ってその子供を育てるためにもらう休み、そういう休みも全然なかったので、出産後子供を産んだ後は本当に1ヶ月1ヶ月経ってないぐらいでもう仕事を始めたんですよね。日本語のレッスンを始めました。12月の終わりに出産したんですけど、もう1月の中ぐらいにはもういつも通り日本語を教えていたんですよね。それに4月からは、アルバイトも始めたんですよね。なので娘の世話はもちろんだけど、日本語を教えながらアルバイトもしなきゃいけない、そういう生活だったんですよね。だから本当にいきなり自由時間があった、この自由人な私がいきなり時間がなくなっちゃって、どうしようって、どうやってこのストレスを解消しようか本当に困っていたんですよね。でもこれは私の旦那さんのおかげでちょっとストレスが解消できたんですよね。自分の時間がないこと自体もストレスだったんですけど、娘が寝た後とかに一緒に過ごす時間を頑張って作ってくれたり、あとは料理を本当にたくさんしてくれたりしたんですよね。そうやって本当に私の旦那さんも頑張って私のこの時間がなくなったというストレスを理解してくれて、
話を聞いてくれて、それでちょっとでも私の時間ができるように協力してくれたんですよね。なので私が時間がなくなった時のストレスの解消方法っていうか解消のために、まず旦那に自分の気持ちを素直に話してみることで、ちょっと自分のこと分かってもらえたというその安心感がストレス解消になりました。なので結果的に時間がねたくさん生まれたわけではないんですよ。でも自分のストレスを聞いてくれたり受け止めてくれたりする人がいることって結構ストレス解消になりませんか？やっぱり時間がないというストレスは子育てをしている限りなかなかその問題自体を解決するのは難しいことなんですよね。でもそういう気持ちを聞いたり受け止めたりしてくれる人が周りにいるっていうのは本当に大事だと思いました。やっぱりだからそういうストレスがすごく溜まったらカウンセリングを受けて人に話を聞いてもらうっていうのもやっぱり解決方法の一つとしてこの社会世の中にもあるじゃないですか。だからちょっとそれに似ているっていうか、そういうことなんだなってなんか納得しましたね。いろいろ話してみましたけど、皆さんは自分なりのストレス解消方法がありますか？ぜひぜひ教えてください。じゃあ今日も長くなりましたけど、私が自由に話したいことを話してみました。では今日もポッドキャストを聞いてくれてどうもありがとうございます。また次のポッドキャストでお会いしましょう。またね。ありがとう。